今回の小さなお出かけ先は臨海線の国際展示場駅から歩いて約10分のところにある2026年の春にオープンした東京ドリームパークという場所です。ここはテレビ朝日さんが手掛けているもので、ホールやイベント会場が入っている大型複合エンターテインメント施設です。駅から降りてからとても広大な空間の中を目的の施設を目指して約10分歩きます。訪れた日はその数時間前まで雨が降っていたので、ギリギリこの時間は降られずにラッキーでした。普段の生活では臨海線の電車に乗ることがほとんどないので、臨海線沿線の駅は私にとってはお出かけして向かう場所というイメージがありますが、実際には大型施設の他に高層マンションもいくつも建っています。向かう途中では国民的キャラクターと遊ぶ施設も開催されていて、私が向かった施設の中でもドラえもんと遊ぶ方がかなり賑わっていました。確かにちびっ子たちといたらドラえもんの方が人気が高くなるのもうなずけます。目的の建物に着きました。この東京ドリームパークという建物内に6月12日にフランス発のルーヴ・デ・リュミエールという名前の施設が開設されました。ここはデジタルアートが広い空間で体感できる施設があり、そちらを目指します。建物内に入ったところが2階になっていて、3階からは8階までの施設までエレベーターで上がっていきます。施設に入るとまずイントロダクションというコーナーがあり、ゴッホの作品についての概要がシンプルに展示されています。それからアトリエというコーナーでは、名作から得られたものを現代のクリエイターたちによって新たなデジタルアートに仕上げているものが鑑賞できます。その他にもいくつかコーナーがありますが、まずはメインホールの上映に合わせて進みました。現在ゴッホの作品を丸ごと体感できる上映と、さらにその後でガウディの建築がイメージされた迫力の映像も短めながらも上映されています。こちらの空間は映画館のような一方にスクリーンがあるのではなくて、空間すべてがスクリーンのようになっています。さらに中には360度映像が映し出される巨大な円柱形のスクリーンなどもあります。ここは本当に大きな空間で、天井までは8メートル、展示エリア全体では1500平方メートルあるそうです。そこにエプソン社によるプロジェクターが約100台、そして60台のスピーカーが設置されていて、床もすべて丸ごと精密な映像がこの広い空間に映し出されます。まずこの空間に入った時にどこで見たらよいのか一瞬迷ってしまいました。ところどころに置かれている椅子に座っても、またクッションが自由に使えるので、壁に寄りかかるように地面に座って全体を見上げる感じで鑑賞しても、またずっと立ったまま見ても良いのですが、他の方たちもいるのでかなり混んでいたらなかなかベストな位置を探すのが難しそうです。でもこの全身に浴びるようにゴッホの有名な絵画がどのスクリーンにも、そして床にも映し出されているのを見ると、まだ上映が始まる前でもかなり一人でテンションが上がってしまいました。昔から私はゴッホが好きで、日本での数々のゴッホ展はもちろん、オランダのゴッホ展、ゴッホ美術館へも行って、一人暮らしをしていた時はポスターも飾っていたので、こういった従来の美術館ではないゴッホの作品との出会い方は本当に新鮮な感覚で楽しいです。そして何よりもこの映像の技術が素晴らしく、壁に寄りかかって見上げても、少し離れているところから全体を見ても映像を見ているということ自体に意識が向かないほど、とても色味が鮮やかで美しく、まるでゴッホの絵画そのものがこの巨大空間に散らばっているように感じてくる技術にも驚きました。
何度も今まで見慣れて親しんできたゴッホの作品の数々が映し出されて、それが動くのを見ると自分が完全にゴッホの世界に入り込んでいるようにも感じてきます。そしてあちこちで映される映像は全く同じではないので、キョロキョロと見比べたり、また一箇所で映し出されるものをずっと見ていたり、いろいろと上映中も楽しめます。もしかしたら歩きながら見ても良さそうですが、実際のところは床の上も含めてお客さんたちが薄暗い中でたくさんいるので、歩きながらの鑑賞は少し現実的ではないかなと感じました。そしてこんな感じで足元をずっと見ていると、自分が水の上に浮いているようにも感じてきてしまいます。約40分間のゴッホの上映を通して、ゴッホの肖像画、初期からの主な作品、そして浮世絵からの影響などポイントを押さえた上映内容となっていて、言葉での説明はなくても見ているとその世界観が理解できるような作りになっていました。そしてしばらくの休憩の後で、今度は約10分間のガウディの建築の映像が始まります。こちらは建築なので、彼の建築の特徴が鮮やかな色で映し出されていきます。これもまた先ほどのゴッホの絵画とはまた別の、建築自体がデザインの一部として広い空間に映し出されるのは、ガウディ建築の新たな演出と味わいにも感じました。映像でありながら、この大きさのおかげでやはり自分がその世界観に引き込まれる感覚になっていきます。会場の音楽はそれぞれの映像のイメージに合わせてどんどん変わっていくのですが、この時の映像と、音楽はフラメンコ調だったんですね。でちょっとフラメンコとガウディというのがどうなのかなと取り合わせを考えてしまいましたが、それはそれでまたエンターテインメントとして割り切れば非常に面白かったです。その他にもカサミラやゴエルテなどに見られる特徴のある窓などの建築のモチーフをデザイン化して映し出されてもいました。この独自性も映像ならではで興味深かったです。そして何よりサグラダ・ファミリアの細部をさまざまな視点から映し出されていくのをずっと見ながら、その映像に包み込まれるのは、もちろん現地を実際に訪れるのに越したことはないですが、それとはまた一味違うこの巨大な映像の世界は別の価値があり、そして一方では実際に訪問するのと何か似たような感覚にもなれる不思議な体験でした。
に円柱の内部にもぐるぐる入ってみて、どんな構造かちょっと見学してみました。全体的にとても充実した映像の世界に浸ることができたひとときでした。会場の最後のところにはショップも併設されているので、見た後にお買い物も楽しめます。さて、建物の外に出てきました。気分転換とおやつの時間も兼ねて、建物の外側から入るようになっているドーナツ屋さんへちょっと一休みしに行くことにしました。ジャック・イン・ザ・ドーナツさんです。こちらのお店は店内がポップな雰囲気で、何より売っているドーナツが目にも鮮やかで、見ているだけで楽しめそうなドーナツです。どれにしようかなといろいろと悩んだ末に、結局いつものようなオールドファッションの宇治抹茶チョコがかかったものを選んでしまいました。こちらのドーナツは味わい深くてかなり美味しかったです。一休みしてからは再び国際展示場駅の方向へ向かって歩いていきます。広大な空間ですが、お散歩気分で歩くのにはとても気持ちの良いエリアです。私が見たゴッホの映像施設の下の階では、この時ドラえもんのイベントが開催されていたので、この帰り道でもそれと連動しているのか、ドラえもんのメンバーたちが並んでいて、それを見ながら歩きました。見ているとかなり可愛いですね。今回利用した駅は1996年に作られましたが、エリア一帯は東京湾を埋め立てて作られた臨海副都心にあたります。埋め立て地の上にこれほどこんなにも巨大な建物があって、改めて不思議な気分です。ところで、駅近くに不意に目につく花という赤い漢字があります。現代アートでもなくてとても不思議な存在ですが、じっと見ているとユーモラスにも見えてきました。この辺りは1996年に開催が当初予定されていて、その後中止となった世界都市博という幻の歴史もありますが、現在では高層マンションや複合エンターテインメント施設が建っているエリアの新しい一面を今回体験することができました。今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。